2026年4月24日金曜日、現在日本は午前10時20分にもう少しでなるところです。まだ終わっていない、イランをめぐる中東の戦争ですけれども、この戦争が終わった後、一体中東がどうなるかも気にかかるところです。高橋先生、解説をお願いいたします。はい。これはもうあくまで、推測するしかないんですけれど、イランの今の体制が生き残るという形で戦争が終わるとすると、周辺諸国は大変怖いですよね。クウェートにしろ、アラブ首長国連邦にしろ、バーレーンにしろ、自分の国にあったアメリカ軍の基地から出撃して、イランが破壊されるということになりましたから、体制が生き残れば本当に怒ってると思うんですね。で、その怒ったイランとどうやって付き合っていくかということになります。で、今回の、一つの教訓は、アメリカ軍の基地を置いてれば守ってもらえて安全だと思ってたんですけれど、そのアメリカ軍の基地が実はイランのミサイルとかドローンを引き寄せてしまったということで、アメリカ軍の基地がなかった方が良かったのかなと思う人たちが出てくるに違いないと思うんですね。で、特にカタールなんかはすでにその兆候を見せていて、アメリカ軍の基地、戦争が終わってももうアメリカ軍に戻ってきてもらわなくてもいいというような議論も出てきているようです。で、やっぱりアメリカ軍にいてほしいなと思っている人たちもいるというんで、すでにシリアとかイラクのアメリカ軍基地というのは、あの、なくなったんですけれど、イラクの場合、まだ残っていたとしても、どうせなくなると思うんですけど、クウェート、サウジアラビア、アラブ諸国連邦なんかの基地はどうなるかということで、やはりなくなる基地と、やっぱりアメリカ軍が少し戻ってくる基地と、そういうふうに分かれるのではないかなと思います。で、どうやって、この豊かな人口の少ないアラビア半島の産油国が身を守るかということになると、やっぱり、イランとも仲良くせざるを得ないという。で、アメリカにも行ってもらう。で、それだけではやっぱり不安なんで、みんなが今考えていることは、パキスタンに来てもらう。あるいはトルコに来てもらうと。で、仕方がないからイスラエルとどうするかということなんですね。で、イスラエルにも来て安全保障の一翼を担ってもらう方がいいのか、イスラエルと付き合うことによってイランに睨まれてとんでもないことになるのか、そこのところはよく見えないということだと思います。ただ確実なのは、トルコとパキスタンの存在感が強くなるんだと思います。で、その兆候はもうすでにあるんですね。で、実はアメリカ軍の基地を持ってると危ないかもしれない。で、基地がある割にはアメリカは頼りにならないかもしれないというのは、2019年に、サウジアラビアとイランの関係が悪化したときに、サウジアラビアのアブカイクという石油の町がイラン側によって攻撃されるという事件があって、その時、アメリカはイランに報復してくれなかったんですね。で、それで、サウジアラビアなんかはイスラエルとの接近を考える。新しい、保護者を求めるということだったんですけれど、昨年、2025年の9月、カタールがイスラエル空軍によって爆撃されます。ハマスの幹部がいた場所をイスラエルが爆撃したわけですけれど、カタールを爆撃するのというのが、湾岸諸国の感覚でして、イスラエルに守ってもらおうと思ったのに、イスラエルという国があまりにも乱暴すぎるということに気がついて、だったら新たな保護者を求めようということで、昨年の秋、そのカタール爆撃があった直後に、サウジアラビアとパキスタンが相互防衛条約のようなものを結んだんですね。で、パキスタンによってサウジは守ってもらおうという立場を、鮮明にしてきているわけです。で、他の諸国がこれに、従うんじゃないかなという雰囲気が非常に強いんですね。ですから、パキスタンの存在感が強くなると思います。で、パキスタンはじゃあサウジアラビアを守ることによって何を得るのかというと、サウジアラビアから膨大な資金がパキスタンに流れ込むと。で、パキスタンは常に経済的に難しい状況に置かれていますから、お金と安全保障の取引ということになるんですね。で、そこで、将来を見据えてパキスタンが大きな役割を果たすということを言ったんですけれど、今、パキスタンが一生懸命、このイランとアメリカの仲介に力を注いでいるのは、このホルムズ海峡周辺をめぐる緊張が続くことがパキスタンの
経済を脅かすからなんですね。一つは、パキスタンは石油が出ませんから、ペルシャ湾岸の石油で経済を回してるんですけど、そのホルムズ海峡が閉まって大変困っているというところがあります。それから二つ目は、この問題が本当に悪くなって、イランとサウジアラビアが直接に、対決するようになった場合、サウジアラビアは当然のことながらパキスタンに防衛条約を結んでるんだし、たくさんのお金をあなたに差し上げたんですから、イランと戦ってくださいっていうように決まってますよね。そうすると、パキスタンはイランと戦争するのかというと、それは嫌なんですよね。イランは隣の国ですし、様々な共通の利害もあって、イランとは戦争したくない。だから、それに至るまでにこの問題を抑え込みたい。ということで、パキスタンがアメリカとイランの交渉に、熱心に動いているというところがあります。ですから、パキスタンに関しては、現在と将来が重なっているという、そういう状況かと思います。キスタンがかなりキープレイヤーとして前面に出てきましたけど、なかなか微妙に難しい立場ですね。そうですね。パキスタンの件に関しては、もうすでにお話ししたんですけど、会を改めてもっと詳しく、語りたいと思ってはいます。はい。ぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。